増田勉さん、当時29歳。私立第一国民学校の教師として生徒と共に建物疎開中に被爆しました。増田さんは被爆3ヶ月後、焼け野原となった広島を題材に廃墟という油絵を描いて以来、多くの原爆絵画に取り組んできました。爆心から 1.6 キロの肘山橋の西側で増田さんと共に疎開作業をしていた生徒150人の3分の1が原爆の犠牲になりました。ちょうどこの肘山の向こう側に現在段原中学校いうのがありますが、その前身の第一国民学校、そこに勤めていたわけです。ちょうど私が動員の係をしていたもんですから、そこの1年生2年生の女子ばかり、男子は他の工場へずっと動員されていたわけですが、女子ばかり150人、先生が5人連れて、このちょうど鶴見町区の建物疎開の後片付けに出かけてきました。作業開始してそうですね、5分か10分経った頃にゴミの山ができましたので、私がマッチでこう火をつけてしばらくするとバーンとこう爆発したわけです。もうその中に火薬があったもんとばっかり最初は思ったわけですが、ですぐその場に私は伏せました。これを何分ぐらい伏せたか分かりませんが、そうしてしばらく経ってこの土手に上がったわけです。そうするとそのゴミの焼き場の上の電線にこう火の玉がくる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 回っておるわけだから、火薬が電線に移って燃えておるとばっかり思ったんですが、後になってみるとちょうどそれが原爆ドームの方向だったわけですよね。先生、どの辺りにその赤い玉が見えましたですか？ちょうどそこらの電線の方向になるわけ、あの高さですね。それで生徒はもうちりじりバラバラです。でちょうど川にいかだがありましたが、いかだに一人の女の先生がぶら下がって、生徒が10人ぐらいぶら下がってるわけで、しばらくすると向こうの川下の方から私の姿、立ってる姿を見て「先生助けて」と両手を広げて、もう髪はボーボーとして、でこれは灰だらけで青い顔をしとるわけですね。そういう 4,5 人の生徒の姿、叫びが私としては一番印象が強かったわけですが、だから私もちょうどゴミをこうやってかごんどったもんですから、顔をこんだけやる、手はやられるし、それから背中左半分、足の方もやられると、そういうやけどの状態だったわけです。その場所で爆弾が爆発した勢いですね。私も的場へ帰ったら、的場の家が少しこう倒れかかって誰もいないんで、ガーデンページを横切って大地郷峠の上で偶然に1歳半になる子供、長男を抱いた家内と出くわしたわけです。家内は風呂場で、洗濯しておったの、清水一つですね。子供は外へ出とったもんですから、もうこの方や手や足など皆皮がむけて、でブーブーいて水を求めとったわけです。でその当時水を飲むと死ぬぞという話が伝わっておったもんですから、中山の農家へ行ってハブ草を煎じてもらって、で子供に飲ましてやったわけ。茶碗へ2杯ガブガブっと飲みました。私が長男にできた言えばそれだけなんで、ボーボーって顔を全部こう
やけどでやられて1歳半になる長男がボーボーいうあの痛ましい姿を見た時にはもうやりませんでしたですね。あれから安の方まで、ちょうどここから安まで15キロありますが、ずっと歩いて家内の里、そこへたどり着いたわけです。ちょうどその晩長男を引きつけて死にました。私も死んだんで立ち上がったんですが、その時の様子、子供の様子は全然記憶はありません。私もそれきり意識不明、水をくれ水くれと、ビール瓶へ砂糖、水入れ塩、水入れお茶入れ、最後に青酸カリ入れと、それ全部飲んで死ぬんだ叫び続けとったわけですよ。ちょうど9日目の天皇陛下の終戦のラジオ放送を聞いて意識が回復したわけです。瞬間私は騙されたという気持ちになりましたね。上からのずっと流れで必勝の信念を植え付けられとった。私も必ず勝つんだと、聖戦だから必ず勝つという意識を生徒にもそうして教えておったわけです。それが戦争負けたんじゃ、騙されたという、そこらで私の考え方もその後はちょっとだいぶ変わった面も出たわけですが、1ヶ月はずっと寝たきりで身動きできませんでした。2ヶ月目に杖をついてようよう立ち上がる。で3ヶ月目に町へ出てきて初めて廃墟の異常な風景に接したわけです。驚いた言いますかね、一面に見渡す限りの廃墟に絵を描く者としての驚きを感じたわけ。ちょうど安に絵の具を疎開しとったもんですから、その日に小さい絵ですが廃墟いう題の絵を描いたのが原爆テーマの絵を描いた最初の絵です。4ヶ月目に学校へようよう出てきました。その後いろいろと調べてみたけれど、子供がどうしてどこでどう死んだのかさっぱりわからないんです。結局48人の生徒が亡くなって1人の先生が亡くなったということで、ここから学校へ帰る途中防空壕へ避難してそのまま死んだ生徒もおるだろうし、あるいはいかだにぶら下がっとった生徒が力尽きて流されていったと、そういう生徒もおるんじゃないか。友達、当時の生徒の友達から、生き残った友達から聞いた話などをよりますと、ぶどう畑で1ヶ月ぐらい生活したいう子供もおるし、それから講堂の救護所で私のそばでさよならと言って息を引き取った子供もおりますと。頼りない儚い教師だったという、どうする術も当時はなかったんですよね。後から見て何にもすることのできなかった教師の頼りなさ、儚さいうものが、まず感じられますね。それで私としてはそれらの例に報いるためにでも私のできる仕事を完遂したいと。私のできる仕事といえば絵を描いて反核平和を訴えると、これしかないと思って現在もそういう仕事に励んでおるわけです。それ以外にそれらの生徒の霊を慰めたりする道もないんじゃないか。私のできる仕事はこれだという気持ちを持っております。目のある黒い花、黒い雨の後に咲く花は黒い
花弁と戦争を憎む目を持っていた。